こんにちは。こんにちは。今回は大丈夫かどうかは自分が一番知っているです。大丈夫かどうか、何がイルルさんは大丈夫ですか？だから何が何か願望があるとして、それが叶う気配がないまま数ヶ月が過ぎました。そういう時、誰かにこんなんで大丈夫かなって聞きたくなる時はありますか？なるほど。ありますよね。それって弱気になってる時期とも言えますよね。最初は危機として思いを設定して、なんか気分も良くて何でもうまくいくような気持ちになってるんですけど、思ったように進まなくなり始めるといつの間にか不安が占めたり、ひどい時はそれと一体化して本当に大丈夫なのかなって思うってことですよね。そうです。そういう時は誰だってあると思いますよ。大丈夫かなって思った時、誰かに言いたい時もありますか？内容によるけど、何かね、誰かに言いたい時はそりゃありますよね。で、そういう時ってだいたい大丈夫って言ってほしい時ですよね。背中を押してほしいみたいな感じですかね。そうですね。潜在意識はそう思うからそうなる。で、これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるになりますよね。で、彼とラブラブという思いにいられるときは、なんていうかもう無敵なんですよね。で、実際、例えば復縁したいと思っていた彼から連絡が来て話せたとか、会う約束をしたとか、そうなると現実といちいち絡めるなっていうのは分かってはいるけど、それは嬉しくなるじゃないですか。いやいや、もちろん大いに喜びたいところですよね。はい。でもせっかく連絡が取れても会えても、自分が思ってたのと違う反応だったりすると。どんな反応ですか？例えばちょっとそっけないとかさ、もっと優しいと思ってたのになんか違ったとかさ、そういうのが続いたりすると、彼とラブラブっていう思いに続けるのが難しくなるから、大丈夫って第三者の背中を押してほしくなる時があるんだよね。大丈夫、叶うよみたいにね。そうだね。それも突き詰めれば自信がないっていうかね。いろんなエゴがやってくると、本当にこんなんで叶うのかなみたいな気持ちになってくるし、そういう時に力強く大丈夫って言ってもらえると、やっぱり大丈夫だったんだって思い直せるというかね。大丈夫だよ。何？今私に言いました。でも大丈夫って言ってもらえるのって安心しますよね。そうだよね。でもそれは束の間の安心なんですね。そうなの？だって今の話を例に進めると、イルルさんはそもそも思いに居続けられずに不安が募った結果、誰かに大丈夫って言ってもらうことを求めたわけです。そうですね。その不安が誰かに大丈夫って言ってもらったぐらいでなくなりますかね？ケースバイケースだと思いますよ。大丈夫って言われて本当に気持ちが軽くなることもあるからね。なるほど。じゃあ、めぐるが大丈夫って言って、その後1ヶ月また何も変わらず、それどころか現実の状況が悪化しているようにしか見えなかったとしたら。それはちょっと答えるかもしれないね。そういう時なんですよ。めぐるに大丈夫って言われたけど、やっぱ大丈夫じゃない気がするって思いませんか？そうだね。それは思うかもしれませんね。それって結局、イルルさんが出した結論は大丈夫じゃないなんだよね。
大丈夫じゃないんですよ。めぐるに聞いた、他の発信者さんの書き込み見た、占い師さんのところにも駆け込んだ。みんなに大丈夫って言われた。安心した。でもやっぱり大丈夫じゃなかったになっちゃうんですよ。どれだけ誰に何を聞いても最終ジャッジは自分が下すので。そうなんだよね。大丈夫っていうのは他人に言ってもらって安心できるものでは決してないんですよ。そんなのはある地点のある一瞬だけ。大丈夫っていう言葉は自分で自分に言ってあげる言葉にしてほしいんですね。自分で自分に言ってあげるのか。大丈夫だよって人にも言うことがあるから、人に言ってもらうのはありだと思ってたけど。もちろんね、ありなんですよ。めぐるだって大丈夫っていうことはあるし、仲のいい人にさ、仕事が終わらないって叫んでも、大丈夫だよ、終わるよとか言って励ましてもらうこともありますからね。だけど、最終的には自分が大丈夫って思わない限り、大丈夫にならないじゃないですか。そうですね。だからこそ、自分で自分に大丈夫だよって声をかけてあげてほしいんですね。だって自分が大丈夫と思えたら、大丈夫と思える世界が展開するだけなんでね。そうなんだよね。うっかり人に言ってもらいたくなるし、言ってもらってもいいんだけど、最後は自分が大丈夫かどうか決めてるっていう視点は持ってた方がいいよね。恋愛においても、めぐるもたびたび過去動画で言ってますけど、私自身が1ヶ月で振られた男子に未練タラタラだった時に、結構いろんな人に大丈夫って言ってもらったんですね。でも人に相談しておきながらなんですけど、内心は大丈夫なわけないよってどっかで思ってたんですよ。なるほどね。もうその時点で大丈夫と思ってないっていうのが浮き彫りになってるよね。そうなんです。だから他人に大丈夫って言ってほしいことを自分に言ってみてほしいんですよ。めぐるの例で言えば、1ヶ月で振られたけど絶対うまくいくから大丈夫だよみたいに自分に言ってみる。でね、そしたら結構な確率で大丈夫なわけないじゃん。1ヶ月でダメになるってうまくいくわけないじゃんみたいに返ってくることに気づくと思うんですよ。それってそもそも大丈夫じゃない前提で大丈夫って言うから、大丈夫なわけないじゃんっていう結論にしかならないっていう意味。そうです。大丈夫なんて最初から思ってなかったってことです。でもそういうことも含めて自分に大丈夫って声をかけたら見えてくるものがあると思うんですよ。そうだね。逆に1ヶ月で振られようが心底自分が大丈夫と思ってて、その上で自分に大丈夫だよって声をかけたら、分かってる、大丈夫に決まってるって心底思いそうだしね。そうなんです。だからこそ自分に大丈夫って言ってみてほしいんですね。もちろん自分を励ます意味で大丈夫を使ったっていいんですよ。大丈夫、大丈夫って声をかけて励ましてあげることで落ち着くこともありますからね。大丈夫って自分に声をかけて大丈夫なわけないって帰ってきたら、大丈夫じゃない理由をノートに書き出してあげるのはありかなと思います。ノート1ヶ月しか付き合ってない彼に振られたとして、大丈夫だと思ってない理由っていっぱい出てくると思うんですよね。例えば短い期間しか付き合ってないから、彼は短い期間しか付き合えない飽き性な人かもしれない。1ヶ月で結論を出す浅はかな男。1ヶ月で結論を出すほど私は好かれていない。大した存在ではない。などなど、いろいろ出ると思うんですよね。相手への怒りもあれば、自分への不安や焦りみたいなのが出てくることもあると思うんですね。ありそうですね。でも
そうやって大丈夫じゃない理由が分かれば、まあ例えばですけど、1ヶ月という短期間って部分にすごいこだわってるなとかね、こんな短期間で捨てられた私って思ってて、プライドが傷ついたのかもしれないなとかね、いろいろ見えることもあると思うんですね。大いにありそうですね。でもそこに気づいたら、そういうふうに思ってたんだねって一旦大丈夫じゃないことを受け入れることができるんじゃないかなと思うんですね。その上で改めて大丈夫だよと自分に声をかけてあげれば、本当の意味でストンと腹打ちするっていうか、本当に大丈夫と思える人もいるんじゃないかなと思いますね。確かにそれはありそうですよね。ノートに書いてみるっていうのは、頭のモヤモヤを整理できたりもしますから、合ってる人にはすごくいいですよね。いずれにしても大丈夫は自分で自分にかけてあげてほしい言葉だと思ってます。大丈夫か大丈夫じゃないかは自分が一番知ってるんですからね。本当そうですよね。大丈夫じゃないことも知ってるんですよね。そうです。できる限り自分の一番の味方は自分でありたいですよね。はい、というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。